ちは。テクテク日本語教師のたまです。この番組は日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。日本の生活や文化、日本語のことについてできるだけわかりやすい日本語でお話しします。皆さんこんにちは。11月になってだいぶ涼しくなりましたね。これからチョコレートが美味しい季節です。スーパーやデパートで新しいチョコレートが発売されていますよね。でも皆さん気がつきましたか？今年チョコレートの値段がどんどん上がっているんです。私が好きなチョコレートも去年までは600円だったのに、今年は800円に値上がりしていました。なんと 25% も値段が上がっていたんです。その他に値段は同じでも中身が 10% 少なくなる商品もありました。どうしてこんなにチョコレートの値段が上がるんでしょうか？それはチョコレートの原料になるカカオ豆の値段が高くなっているからだそうです。カカオ豆はカカオの木になる実の中にあります。このカカオ豆を砕いて細かくしてローストして焼いてチョコレートの元になるカカオマスを作ります。ではどうしてカカオ豆の値段が高くなったんでしょうか？一番大きな原因はカカオを作っている西アフリカで天気が悪くなり、大雨や洪水、大きな水害、それに病気のせいでカカオ豆が少なくなったことです。世界で一番カカオを作っている国は西アフリカのコートジボワールで、2番目はガーナです。日本が輸入しているカカオ豆の8割はガーナで作られたものです。しかし、そのガーナでは大雨が降りすぎてカカオの木がよく育ちませんでした。また、カカオの実に虫がついて収穫、カカオを取ることができないこともありました。そのため、1年間のカカオの量はいつもの年より3割も少なくなってしまいました。こんな風に農作物の収穫がいつもより少ないこと、良いものができないことを不作と言います。カカオ豆が不作で世界中でカカオが足りなくなる問題が起きているんです。日本のチョコレート会社ではカカオが日本に入ってこない、輸入できなくなるかもしれない、チョコレートが作れなくなるかもしれないと心配しているそうです。でもカカオ豆の値段が高くなったのは不作のせいだけではありません。ガーナでは国が1年間決まった値段でカカオを買うため、世界でカカオの値段が上がっても農家の収入は増えません。多くの農家は小さな農場で働いています。土地を良くしたり、新しいカカオの木を植えるためのお金が足りません。もし天気が悪くなったり、病気でカカオが育たなくなると、生活ができなくなり、カカオ作りをやめる農家もいます。このままではカカオの生産量はどんどん減ってしまい、カカオの値段もどんどん高くなってしまいます。カカオをずっと作り続けるためには、農家と国、カカオを買う会社、チョコレート会社、そして消費者、私たち買う人が協力することが大事です。農家が安心してカカオを作れるようにサポートが必要です。日本のチョコレートの値段は
世界の中でもとても安いものでした。少し高くなっても今までと同じようにチョコレートを買うことでもっとカカオを作るためのお金が使えます。長い目で見るとカカオを作る人たちを助けることになります。カカオが作られる国では子供が働く児童労働が大きな問題になっています。原因の一つは貧しいことです。カカオが適正な正しい値段で売れることで生産者、作る人を守り、児童労働や強制労働、無理やり働かせることをなくすのがフェアトレードです。私たち消費者、買う人もこのような問題に興味を持つことが大切ですね。私は少し高くてもできるだけフェアトレードのチョコレートを買うようにしています。フェアトレードのチョコレートはオーガニックのものも多いので実際美味しいんですよね。もともとそんなにたくさんチョコレートを食べないのでいいものを少しだけ食べる、そんな風でもいいんじゃないかなって思っています。皆さんはチョコレートの値上がりについてどんな風に考えますか？では今日の単語を復習しましょう。ウェブサイトにスクリプトがありますので皆さんどうぞ利用してくださいね。それでは始めます。1、値段、値段。2、値上がり、値上がり。3、原料、原料。4、カカオ豆、カカオ豆。5、砕く、砕く。6、ローストする、ローストする。7、洪水、洪水。8、収穫、収穫。9、不作、不作。10、収入、収入。11、消費者、消費者。12、児童労働、児童労働。13、適正、適正。14、強制労働、強制労働。15、フェアトレード、フェアトレード。このポッドキャストのスクリプトがウェブサイトにあります。それから YouTube でも字幕、サブタイトルをつけてアップしています。読みながら聞きたい人は YouTube でも聞いてみてください。日本語の字幕と英語、中国語の字幕もあります。英語と中国語は自動翻訳、コンピューターの翻訳を私が少し直しています。でも専門の翻訳ではないので、間違っているところもたくさんあると思います。参考程度に見てくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。概要欄にメッセージのフォームのリンクがあります。Spotify のスマホのアプリでもコメントが書けます。YouTube のコメント欄でも OK です。このポッドキャストを気に入っていただけましたら、フォロー、評価いただけるととっても嬉しいです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは今日はここまで。また次回お会いしましょう。